鉄鎮工房へようこそおいでくださいました。今回は、前回動画でお届けした、旧型100均にぎにぎライト改造のパート2です。ご覧のにぎにぎライトは、5、6年前に、緊急用の予備として玄関下駄箱に保管しておいたもので、久々に点検します。よしよし、にぎにぎすることで、ちゃんと点灯します。このスライトスイッチを入れると、内蔵電池で、あれれ点灯しませんね。100均のボタン電池、嫌な予感しかしません。ばらして、中を見てみます。やっぱりな、ゲロ吐いて腐ってます。100均の内蔵電池は、何年か経つと大抵こうなってしまうんですよね。全部ゲロまみれです。改造を試みるため、現状の回路がどうなっているのか、書き出してみます。ちょっとわかんない。全部ばらします。なるほど、わかりました。清書したものがこれ、スライドスイッチが左の時は、にぎにぎすることで発電し、LED が点灯、スライドスイッチを右にすると、ボタン電池で LED が点灯する単純な回路です。この、ゲロを吐くボタン電池の代わりに、耐久性がある大容量コンデンサを仕込んでみます。耐圧 5.5V、静電容量は、1ファラット、価格は、秋月電子で100円で、販売されています。とりあえず元に戻して、発電電圧を確認してみます。軽くにぎにぎして、約 4V です。さて、どうせ改造するなら、少しでも使い勝手が良くなるように、ご覧のような回路で作ってみます。まず、効率よくコンデンサに充電できるように、交流を整流して直流に変換します。スライドスイッチが左側の時、にぎにぎすることでコンデンサに電気を蓄えます。この時、LED は点灯しません。スライドスイッチが右側の時、コンデンサに蓄えた電気は、低電流ダイオードを通って、LED に流れ、点灯します。コンデンサは、にぎにぎすることで充電もされ、さらに USB などの外部電源でも、充電ができ、LED を、点灯させることができます。では、加工に入ります。大人買いしたダイオード、4本使って、足を絡ませてブリッジを作ります。次に、低電流ダイオード、高い電圧がかかっても、最大 15mA しか流れない優れものです。2本絡めて、最大 30mA です。外部電源をつなぐのはこれ、2.54mm ピンソケットと、ピンヘッダー。こんな風に、電源のコネクターとして使用します。さあ、もう一回本体をばらします。各パーツに、事前ハンダ盛り。これ、ボタン電池ケース。10オーム抵抗の足を、くちゃくちゃっと絡めて電池端子にしています。恐るべし漆黒。さあ、この中に、コンデンサをすっぽり収めます。電池ケースが邪魔なので、除去。もう後戻りできません。現状復帰できなくなる作業の時は、結構勇気が必要です。躊躇していると前に進めませんが、後悔する時もしばしば。すっぽり収まりそうです。今回は成功かな？足が引っかかるので、曲げて収めます。ぴったりフィット。各部品の足を短く切断して、ハンダ付け。電池ケースの横っ腹に穴を開けて、導線を通します。導線をコンデンサにハンダ付け。綺麗に収まってくれました。LED と合体。各部品をハンダ付けします。配線を長くすると、どっかで干渉してしまうかもしれないので、なるべく最短距離で配線します。最後に、外部電源ライン。このソケットを、お尻の方に組み込みます。サイズを測って、穴開け、ヤスリで削って、合わせ込み。いい感じ、ハンダ付けしちゃいます。
グルーガンで、がっちり固定、配線も、プラプラしないように固定。さあ、組み立てます。引っかかりとかないかな？大丈夫みたい。残りのパーツも元に戻し、組み立てます。本体の、完成。残るは、外部電源コード。これは、昔懐かし、ガラケーの充電コネクタ。たくさんあるのに、もう使わないですね。片方が USB コネクタになっているので、再利用します。どないしよ？ちょん切るか。ケーブルブッシュも、ソケットの形状に合うように、ちょいと加工します。さて、USB コネクタの配線構造ですが、赤が、電源プラス、黒が、電源マイナスになっています。真ん中2つ、白と緑はデータ用で、今回使わないのでちょん切ります。導線が、断線していないか、導通チェック。赤は OK、黒は、はぁ？黒がないじゃん。白はあるけど緑がない。残ったのは、グレーと透明。なんじゃこりゃ。多分、透明が、マイナスでしょう。ビンゴです。念のため、ちゃんと電源が取れるか、USB ソケットに挿して測定してみます。5V、OK です。まだやることがあります。コネクターを挿した時、プラスとマイナスを間違えないように、印を入れます。まず、プラス側に、ピンバイスで小さなくぼみを作ります。これ、色鉛筆。開けたくぼみの中に、赤鉛筆の削りカスを詰め込みます。まあ、色がついていれば、絵の具でもマジックでも何でもいいですけど。こんな感じ。相方の方にも、同様に削りカスをくっつけておきます。で、このままでは色落ちするので、UV レジンでコーティングします。これ、自作 UV ライト、もし、リクエストがあれば、動画作りますよ。レジンの量が少ないので、数十秒ほどで固まります。これで、色落ちはしないでしょう。本体の方も、同じ処理をします。固まりました。こんな風に、赤印同士を合わせることで、逆接続を防止します。さあ、最後に、USB コードと、ピンコネクタをハンダ付けし、外部電源コードを完成させます。ところで、今見ている画面、何か気づいたことありませんか？ヒントは、手袋。手のひらにあるはずのイボイボが、手の甲にありますね。T シャツを、前後ろに着ているのと一緒？ああ恥ずかしい。手袋は間違えましたが、これでプラスマイナスは間違えないでしょう。さあ、しれっと手袋をはめ直してますが、コンデンサに充電してみます。接続した瞬間は 90mA、徐々に下がっていき、20秒ほどで 0A、満タンになりました。それでは、コンデンサー満タンで、どれだけ継続して点灯するか、時間を計ってみます。0時0分0秒からスタート。待ってられないので、1分ごとのコマ送り、徐々に暗くなっていきます。コンデンサーの特徴です。20分経過、LED を肉眼で直視できるくらいまで暗くなりました。もう限界ですね。もちろん、ここから右右すれば、また復活します。100回ほど右右すれば、数分は明るさを保ちます。今のご時世、モバイルバッテリーを多くの方が持っていると思うので、にぎにぎに疲れた時は、これに頼りましょう。明るい。計算上、これ1個で、1週間以上、連続で点灯させることができます。いかがでしたか？緊急時にこれが必要な時って、多分停電してますよね。災いがないことを祈るばかりですが、必要最低限の備えは必要かもしれませんね。なんか真面目に終わってしまいました。
鉄鎮工房へ、また来てね。